そうですね。割と、自信はあったんですけど、初めに。営業といってもね、訪問販売をしてましてですね。で、本当に体育会系の会社で、それでですね、取った人が毎朝、右に並んで、取らんかった人は左に並んで、一目でわかる。一目で分かり、会長が出てきて取らんかった人に思いっきりこう、罵声を浴びせてたり、今やったら絶対アウトみたいな会社なんですけど、で、そうですね、半年ぐらいは僕はずっと左に並んでましたね、初め。取れなかった方に。取れなかった。はい。そこで出るようになったきっかけはどういったところなんですか？きっかけはそうですね、僕自身が、これ芸人さん結構多いんですけど、やっぱり人を観察するっていう、人間観察って結構好きじゃないですか。その観察するっていうのはちっちゃい頃から僕は人を見るっていう、観察の観なんですけども、ことを徹底的にしてまして、舞台袖でも先輩の漫才を見てたりとか、どうやって笑ってるんだろうとか、笑わしてるんだろうとか、で、そこでも売れてる営業マンと売れてない営業マンっていうのがね、やっぱりいますので、で、やっぱり売れてる営業マンと売れてない営業マンを徹底的にこう分析して観察したんですね。はい。そうすると、如実に、そうですね、売れてない営業マンは徹底的に喋ってたんですよ。お客様にね、すごい流暢に喋るんですけど、相手が忙しそうだったりとか、興味なかったりとかしてても、もう自分のことを徹底的に喋って、商品のことを喋って、クロージングして弱腰で帰っていくみたいな。で、翻って、売れてる営業マンは徹底的にこう、質問してたんですね。聞いてたんですね。で、結局は同じこういうね、商品があっても、人によってこうニーズが違うので、この人によって合わせて、徹底的に、このクロージングをしてるっていうのを、目の当たりにして、はって気づいてですね、僕漫才してるときはボケをやってたんですよ。ツッコミとボケの中で。で、これ、売れてる人がやってることってツッコミやなっていうのをなんとなく分かったんですね。ツッコミ役やなと。で、そこで、漫才が生きてくるんですけど、いきなりね、僕ボケでもピンポンしていきなりボケたら変なやつなんで、ね、なので、ツッコミというか相手の話を徹底的に聞いて引き出していくっていう手法を使うと、半年で本当にトップセールスマンになりまして、そこで、お金がすごく入ってきましてですね、いやらしい話。で、結婚もしまして、嫁さん優子って言うんですけどね、そこで営業マン時代をちょっと26、27と過ごすという感じですかね。そこから実際に今のそのファイナンシャルプランナーの上級資格を取って、こういう書籍もね、こう出されていたありがとうございます。二つのね、書籍。いろいろこう、お金の専門家としても、今、コミュニケーション以外にもやっていただいてると思うんですけど、やっぱそこの CFP を取れて、私は AFP を持ってるんですけど、そうなんですね。AFP までは、かなり、本当に難しくて、根気がいい、資格だなというふうに思うんですけど、そこまでこう、踏み切ってやろうと思ったきっかけはどういったところなんですか？そうですね。26、27、28でお金がこう入ったんですけど、本当にこれ、恥ずかしい話、お金が入ったら、なんていうんですかね、夢がこう叶うというか、実現できるというか、思ってた人生がこう手に入ると思ったんですけど、結局ですね、そこから、プラチナカード持ちませんかとか、すごくこう、選ばれしきものになっていくわけですよ。今までお金というものを掴んだことない、20代がですね、急にお金を掴むと、こう、選ばれしものになって、どんどんプラチナカードを、持ったりして、こう、お金を使っていくんですね。で、気づいたらですね、本当に借金があったんですよ。現金で基本給が、言いましょうか、12万円ぐらい、12万円ぐらい入るんですよ。で、その歩合っていうね、外交員報酬、営業ですから。それがもう手渡しの時代ですよね。で、こういう茶封筒でこう立つぐらいもらえるわけですよ。だからその現金もらうと現金使うじゃないですか。で、一方で、クレジットカードも使うじゃないですか。でそうすると、銀行口座には、この12万円が毎月入りますけど、クレジットカードには追いつかないんですよね。残高が。ってことは、毎月赤字なんですよ。で、その時にね、むちゃむちゃ腹立ったんですよ、僕、そのお金に対して。もう常になんかお金の檻に入ってるなっていうのを気づいてですね。だから、なんなんやろうと。で、お金を勉強してお金を扱いたいって、こう、思ったんですね。で、それと同時に、いろんな人で営業で僕、いろんな人と会ってきたので、いわゆるお金があっても、時間がないっていう人も見てきましたし、ね、翻って、時間はあるけど、
お金がないねんっていう人も見てきましたし。で、多くの人はこのお金と時間にとらわれてるなっていうのを29の時に気づきましてですね。で、29ですっぱり辞めて、40でもうセミリタイヤしようと。自分でね。お金と、そうですね、時間にとらわれない人生を自分で作っていこう。そのためにはお金のまずは勉強していこうと。いうことで、まずはその資格っていう。で、それも最上級の資格を取ろうということで、僕もそうですね、3年半ぐらいかかりましたね、CFP 取るのに。アルバイトしながらも、自分で資産形成、運用もしながらですね。そして、それは仕事しながらですか？仕事は一回辞めて。仕事、その時に営業してたら、やっぱりね、時間が取らわれちゃうので、もうきっぱり辞めてですね。で、自分で、例えば時間が取れるようなアルバイトを見つけたりとか、そして、朝図書館に行ってお弁当を持って、3年半ぐらい勉強してましたね。よく決断をされましたね、それは。そうですね。最後の1年ぐらいはね、ちょっとお金をあんまり使わず、こう、蓄えていってたんですけども、それでも取り崩しながらアルバイトをして、ちょっともう、ね、次何の保証もないんですけど、お金の勉強して、自身がまずは、お金を扱えるようになって、そして、まあ、こう、僕は東大阪っていうね、大阪の、本当に下町工場がたくさんあるようなところで、今はいてるんですけども、やっぱり、その方々にちょっとこう、わかりやすく、ね、堅苦しくなく、お金のことをお伝えして、何かね、僕が学んだ時にすごい、こんな制度があるんだとか、こういうやり方があるんだとか、こういうことって学校で教えてくれなかったなとか、お金の勉強していくとたくさん発見ができたんですよ。うん。で、これって、ね、なんか僕には関係ない、私には関係ないっていう方が結構多いと思うので、いやいや、これ、どんな人でも関係あるでと思ってですね。で、その最上級の資格を取ってから、お笑いマネー講座っていうのをやり出したんですよ。お笑いマネー講座は、どこかの場所を借りて、で、はい。それで皆さん呼び込はい。みをして来ていただくようなイメージ、ことをやってたんですか？当時、SNS もなかったですから、ね、そんなに発展もしてなかったですからね、もう市民会館ってよくあるじゃないですか。誰でもこの市民の方使える。で、3000円とか4000円とかで使えるような。で、そこを自分で借りましてですね。で、チラシをこう自分で作って、自分でビラ巻いて、地元のね。で、このビラ持って、もう1000円、参加費1000円って書いてましてですね。で、このビラ持ってきたら500円引きと。当日初めて第1回目、参加で来られたのが3名だったんですね。それも団子屋のおばちゃんとクリーニング屋の方と喫茶店のマスター知ってる人ばっかりなんですよ。で、けどね、もう知ってる人で、もう来ていただいたら嬉しいじゃないですか。で、それを毎月やろうと決めてですね。そうすると、いや、面白かったわ、とか、これ息子にも教えるわ、とか、これお父ちゃん今度呼んでくるわ、とか、結構こうお金に皆さんは興味を持ち出していただいたんですよ。で、それを毎月1年続けた1年後には30名絶対来るようになりましてですね。もう本当に入れなくなりましてですね。それをずっと続けてて、そこから、企業様であったり、大学であったりとか、高校であったりとか、そういうところからご依頼をいただけるようになったっていうのが、スタートですかね。本当に下積みですよね、それこそね。そうですね。本当に下積みですね。ねお金、この前の講演でもお話しされてましたけど、おえ。金を、稼ぐっていうところがもちろん一つの項目としては重要ですけど、稼ぐっていうのも必要ですし、あとは守るっていう力も必要ですし、なんか5つの力が必要だよねっていう話をされてましたね。稼ぐ力とですね。で、あとはもう貯める力。だから、貯めるばっかりやる人いるじゃないですか。これ一つでもちょっと厳しいんですよね。なかなか自分が成長しなくなったりしますので。で、今度は増やす力。実はこの使う力っていうのがあるんですね、お金を。そして守る力。この5つがあって、そうですね、初めて、もう超スーパーサイヤ人 Z ですね。呪術廻戦で言ったらもう五条悟みたいなものですね。この5つで。だから26、7の時、僕営業してる時はこの稼ぐしかなかったんですね。だからまあ今でもね、芸人さんとかスポーツ選手がね、僕のところにご相談に来られたりしますけど、やっぱ稼ぐ力は結構長けてるんですけど、ね、あと、こう、能力をつけに来るっていうような、ご相談のセッションをしたりとかしております。
はい。だから私が思って、かなり説得力があるなっていうのは、自ら、世間一般的なイメージだったりとか、私も含めてそうだと思うんですけど、その芸人をやってたっていうところって、芸人ってすごく派手で、お金遣いとかも、すごく言葉選ばずで言うと、荒い感じがするなっていう。あって、ご自身も実際に稼ぐようになって、そこからすごくお金に追われるような、生活だったっていう、そこからしっかりお金にとらわれずに扱えるようになろうっていうところで勉強してやっていったっていうところの、その一連の流れがあるので、すごく話を聞いてても説得力があるなっていうふうに思ったんですよね。ありがとうございます。そうですね。お金が入ってくると、ダークサイドに入ってしまうじゃないですか。よくニュースとかでもね、宝くじが当たってとか、結局借金作ってるとか。やっぱり知識がないっていうことを初めて29で気づいたんで、だからやっぱり知識は武器だと思ってですね、やっぱりいくら稼いでも全然残ってなかったりとか、いうのは本当に経験をさせていただいて、めちゃめちゃ使ってましたんでね、27、8の時は。だからそういう意味では、それは今思ったら、ね、ガツンと殴られたような経験でよかったのかなと思うんですけど、それがなかったらね、こういう土チャンネルにまず出ることがないと。いや、そんな。よかった。よかったです。あとはちょっと講演で、これは他の講師じゃ絶対やらないなって思ったところが、自分の、NISA 講座、積み立て NISA 講座を画面共有で見せて、全部赤裸々に自分のことをさらけ出してお話しいただいて、あとは、芸人を8年間やられたこともあって、お話の、あんまりお金の話だけど硬くなりすぎるっていう。そこがすごく篠原さんの特徴で、私自身も入り込んでお聞きできたなっていうところだったので、やっぱそこが篠原さん魅力なところですよね。その方のコーチの方はもうね、全然最近はお聞きしてないんですけど、そうですね、その実際にやってる人から僕自身がたくさん聞いて与えてもらったことがあるので、ね、いろんなセミナー行って、講師の方の相談を受けたりとかして、結局、やってるんですかやってないんかいと思う時もあったりするので、僕自身はもう体験したことを徹底的にお伝えして、それを皆様が本当にできるように、実践できるように、落とし込んだ講演っていうのは心がけてるのは事実です。だから、僕の家もお見せしますしね、嫁さんと子供とさ、嫁さん優子って言うんですけどね、住んでる家であったり、もう証券口座の中も僕全然お見せしますので、その辺はね、隠すことは別にないかなと思ってます。そうですね。この前の講演の時も、実際にまだNISAもやってないですとか、どうやればいいのかなっていうんですかっていうところに関しても、もう画面共有しながら、実際にこういうところを選んで、ここでこうしたらすぐにできますよとか、始めようかなとか、そういうふうに、興味あるけど、どうすればいいかなと分かんないときに、分かりやすく後押ししていただけるっていうところが、私はすごく、篠原さんが魅力的なのかなというのは思いますので、ぜひ、コミュニケーションもちろん、芸人のご出身であったってことでお話できると思いますし、あとはそういったマネーっていうところでもですね、皆さん分かりやすくお伝えできるかなと思いますので、ぜひですね、篠原さんの楽しみに、講演をご依頼いただければと思います。はい。よろしくお願いします。いや、こちらこそよろしくお願いします。お願いします。最後にありますか、お伝えしておきたいことっていうのは。いや、もう本当に、もうどんな方でもですね、僕自身がさっきね、言っていただいたように、僕は分からないことだらけだったので、だからそうやってもし分からない方が言ってるという方のね、どうするんだろうとかいう気持ちももちろん、分かりますので、本当にそういう意味では僕の経験からね、どんどん盗んでいただいて、そして、コミュニケーションと、お金っていうのは僕は人生の中ですごく大事なこの2つのツールだと思いますので、この2つにとらわれないような、スキルであったりテクニックを本当にふんだんに、隠すことなくお伝えしますので、ぜひ、生篠原に、味わっていただいたらと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。いや、こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあ。